こんにちは。じゃあ、ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田と鈴木です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、水平移動、側外の方法を、初心者鈴木さんに、指導させてもらいますということで、水平移動、寝ている方を、ベッドの、端っこに寝ている方を真ん中に寄せたり、もしくは真ん中に寝ている方を、端っこに寄せたりで、側外の方法なんで、寝返りの方法であったり、寝返り側外と言っても、おむつ交換の時とか、あと起き上がりの際とか、いろんな場合があります。床ずれ予防に体変換する場合もあると思うんですけど、意外と側外ちゃんとできてない方が多いので、それも踏まえて、鈴木さんに説明したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たち癒しの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。オンラインスクールもありまして、ここで介護技術の指導もさせてもらっています。気になる方は概要欄チェックしてみてください。では、実技をやっていきます。お願いします。はい、ではまず水平移動なんですけど、どういった時に使うかと言いますと、移動して戻ってきた際であったりとかですね、真ん中に寝れてない時とか、もしくは対抗した後、真ん中に寝れてない時、真ん中に寝ていただく時に使う技術になります。どういったことかというと、もうちょっと向こうに寝てもらって、こういった時ですね、真ん中に寝ていただきたい。もしくはこの後、気虚動作で起きていただく際に、この位置からやっちゃうと、やっぱりちゃんと座れない。深く座りすぎて後ろに倒れてしまうっていうケースがあると思うので、手前に引きます。はい。じゃあまずこれを鈴木さん、どうやったらいいのかやってください。はい。お願いします。失礼します。失礼します。できました。はい、すごくいいと思います。はい、すごくいいと思います。はい、バッチリなんじゃないかなと思います。っていうのも、じゃあもう一回言ってもらって、まずね、お膝を曲げていただいてたので、お膝を曲げるっていうことは摩擦を減らすっていうことで、すごくいいと思います。で、順番に足移動させて、でその後骨盤ですね、骨盤をしっかりと水平移動させてましたし、その後重たい肩甲骨ですね、肩甲骨を持って、移動させていたので、すごく良かったのかなと思います。はい。じゃあやり方ね、別の方法もあるので紹介したいなと思います。じゃあもう一回向こうに行ってもらって、時間がねどうしても限られているケースってあると思うので、今みたいに一個一個やるのが丁寧でいいのかなとは思うんですけど、いっぺんにねやる方法もあります。で今ベッドの高さ上げてますけど、腰の負担を減らすためにねベッドの高さを上げた方がいいのかなと思います。はい。で今鈴木さんがやった方法はベッドに乗り上がる方法なので、ベッドに乗り上がってできないっていうケースもあると思いますね。病院とか、施設等で衛生的な問題でベッドに上がるのがダメと言われるところもありますので、それができないケースも紹介したいと思います。はい。でベッド柵がねここに本来あるとは思うんですけど、取ってください。取った方が腰の負担は少ないと思います。はい。じゃあこの状態で一緒ですね、お膝を立てていただいて、足をねちょっと寄せておきます。はい。で肩甲骨に手を入れます。こうですね。でどこに入れてるかというと、今やったら山田くんのここ左の肩甲骨に手のひらを刺すような感じです。はい。ここですね、こんな感じで肩甲骨に手を入れて、でこっちの手は骨盤ですね、骨盤の下に手を入れて、あとは僕が後ろに引きながらこんな感じ、そしたらどこまででもできるといった感じです。はい。じゃあもう一回戻ってもらって、ちょっと今ね極端にやりましたけど、今のを女性の方やったら届かないっていうケースがあると思うんですよ。なのでそういった方は、肩甲骨に同じように手を入れた後、骨盤、腰でも大丈夫です。腰に手を入れてもらって、でこのままこうね倒れるように引く。はい。であと残ったところはねこうやってね骨盤と、足とやっていただく。でまっすぐ寝ていただく。今ちょっとだいぶ寄ってますけど、で最後にシワですね。最後に背抜きであったり、こういったズボンのシワ、シーツのシワっていうのを取り除いて終わりっていう感じです。はい。じゃあ今のやり方でやってみてください。はい。まずベッドはねもう上げたとして、はい。はい。失礼します。はい。よいしょ。
きますね。よいし OK です。はい、バッチリですね。ょ。はい。問題なくできてるかなと思います。はい、注意点としては、上に持ち上げないようにして後ろに引くっていうのがポイントですね。はい、じゃあ今度はもう一つ寝返り側返ですね。じゃあ次は寝返りで側返を向いていただきます。どういった時に使うかというと、起き上がりであったり、おむつの交換の時とかですねに使います。あとは対抗ですねの時に使うんですけど、じゃあちょっと寝返りで横を向いてもらっていいですか。はい。じゃあ向こう側に向いていただきましょう。失礼します。失礼します。はい。はい、OK です。はいはい、はい、今のは、できてるんですけど、場合によってはちょっとねやっぱ戻ってきがちな人がいたり、あと拘縮で膝が伸びてる方、曲げれない方であれば、例えばこのままじゃあ寝返っていただいた時に中途半端にね、一本の棒のようになってるとやっぱ戻ってきやすかったりするんですね。でそういう時の対策としては、骨盤の上に骨盤、大天子ですね。大腿骨の大天子の上に大天子、肩甲骨の、肩峰ですね、肩の端っこのここの上にその逆の肩峰が来るようにしないとやっぱ倒れてきちゃいます。はい、じゃあこれをどうしたらいいかですけど、もちろん膝が曲げれる方は曲げていただく。そうじゃない時っていうのは下の骨盤を引いてあげる。こんな感じで、そしたら今寝返りが、戻ってきにくい。で今肩甲骨も斜めになっているので、肩甲骨もまっすぐしてあげると、肩の上に肩が来ているような感じで、骨盤の上に骨盤が来ているような感じにしてあげると、まだ安定するといった感じですね。はい、じゃあこれを最後にやっていただいていいですか。はい。はい、じゃあもう一回上向いてもらって、はい。いきます。はい、失礼します。寝返りはね、でももう簡単に、本当に膝と肩を押すだけでできると思うので、はい、失礼します。そうそう。できてたらね OK ですよ、最初の時点でね。はい、できました。はい、これで側返が完成ということですね。はい、でごめんなさい。で最後にもう一個だけ今ちょっと気になったんで、じゃあ鈴木さん、最後にこっから、はい、今ベッドの端っこにだいぶ寝てますね。はい、寝返りとかいろいろしていると、はい、でも真ん中に寝ていただかないとやっぱり危ないので、はい、ちょっと真ん中にじゃあ最後戻してあげて、はい、終わりましょうか。はい、失礼します。いきまーす。できました。はい、押すのは、ちょっとパワープレイになるんで、両方でやっちゃわない方がいいのかなと思います。僕やったら膝曲げて肩甲骨をさっきのね、寝返りと一緒、側返をしっかり取った方法と逆で肩甲骨に両方入れて、押してあげる。で骨盤も両方に手を入れて、押してあげる。体で押してあげるような感じですね。で最後に足まっすぐして終わりって感じなんですけど、もう一回だけじゃあ最後にそれでやってください。はい、失礼します。そうですね。はい。なのでバッチリかなと思います。はい。はい、でもちろん最後にね、シーツのシワであったり服のシワは取って、背抜きということをやって終わりっていう感じですね。はい。はい、ということで、今日は、水平移動と、側返と、させていただきました。じゃあまず鈴木さんに感想の方を聞きましょう。お願いします。はい。ちょっといろいろ教えてもらってたんで、膝曲げるとかなんかちょっとやりやすい方法を覚えたなと思ってたんですけど、でもやっぱできないなと思ったんで、ちゃんと覚えなきゃなと思いました。はい、いやでも今日はね、意外とスムーズにねできてたので良かったんじゃないかなと思います。はい、じゃあ山田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、
速報移動、寝返りともそうなんですけども、丁寧にやりすぎようとしすぎてゆっくりされる方が多いので、それちょっとなかなか速報移動とかね特に引けなくなってしまうので、ある程度の勢いというか強さが必要なんですけども、引きすぎると今度は危ないので、その辺の加減をねちょっと練習などでやっていただければいいかなと思います。はい、力はねグッと入れる方が力が入りますんでね、自分の介助者自身の腰を守るためにもそのようにやってください。ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術を発信していきますので、ぜひチャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。